ゼロから詩吟が学べる詩吟チャンネル。おはようございます。こんにちは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟って一体何という超初心者の方がですね、 YouTube だけで詩吟を学べるように、目指しているチャンネルになっております。今回はですね、第2回ということになります。普段も詩吟の配信はしているんですけれども、そちらは詩吟の経験者向けについて配信しているんですけれども、詩吟初心者向けは、YouTube のオレンジ色のサムネイルで、やっているものに揃えていきますんで、初めてという方はまず第1回の方から見ていただければと思います。で、今回は第2回目になりますけれども、今日の本題に移ります。今日はですね、詩吟って一体何が面白いのという話です。そして詩吟をやっているとカラオケって上手くなるんですかという、そういう話もですね、合わせて、話していけたらと思っております。この詩吟、日本の伝統芸能の一つではあるんですけれども、ものすごくマイナーなんですね。知っている人は本当に少ないかなと思います。そして実際に物を聞いたとしてもですね、一体何が面白いんだろうというのはなかなか分かりにくいんじゃないかと思いますんで、20年以上、人生の3分の2以上続けてきて、私の感じる、詩吟の面白さですね、それを話して、何に役立つのか、そういったところも話していきたいと思います。ではですね、本当に詩吟は一体何が面白いのか、これは本質的なところを一つ答えるとすればですね、過去の偉人とか傑人のこの名文ですね、漢詩という名文をじっくりと味わうことができるというのが、これが詩吟の楽しさだと思います。素晴らしい詩文っていうのはですね、ちゃんと漢詩として残っているわけなんですよ。もうすごいものであれば、それこそ、過去の天皇様とかですね、中国の王様とか、そういった方も作ったものも残っていますし、とても有名な偉人とかですね、勝海舟とか、そういったこと、あとは中国の李白とかですね、本当に過去、古今東西とか、本当にいろんな詩文があるんですけれども、そういうものを味わおうとした時にですね、ただ詩文を読むしか今までがなかったんですよ。それをですね、詩吟をやることによって、声で出して、どのように表現しようかなとか、いろいろ感じることによってですね、この詩文の素晴らしさをじっくりと味わうことができる。そしてその味わいをですね、人にも伝えることができるというのが、やはり詩吟の一番の、素晴らしさ、楽しさなんじゃないかなと思います。そしてさらにいいところにですね、この味わい深さはですね、年を取りにつれて面白さが変わっていくというもの。これもいいところだと思うんですね。僕が10代とか20代の頃に、同じ詩を吟じてもですね、それが子供が生まれて30歳になってから吟じるものとではですね、感じ方も違いますし、それが吟じ方としても変わっていくと。この、本当年を重ねれば重ねるほど、どんどんと面白くなっていく。これも詩吟の面白さかなと思います。他にもですね、簡単に言ってきますと、もう周りを気にせず、堂々と大きな声を出すことができる。これがストレス発散になって気持ちいいということもあります。大きな声をもう好き勝手出していいですよっていう場所なかなかないですからね。そういうこともあります。そして、大体、良さっていうところは、こんなところですかね。で、この詩吟をやることによって、何がメリットなのか。これをちょっと話していくとですね、一つは、体一つあれば練習も発表もできるというこのお手軽さ。これは本当に便利だなと思います。ピアノを練習する場合はですね、ピアノがないとできないですよ。バイオリンがないと練習ができないんですけれども、詩吟は体一つあれば、そして今は詩吟のアプリもありますんで、本当にスマホと体一つあれば、詩吟の練習ができるということがあります。そして人に聞かせたい時も、自分が一ついればですね、もうすぐ発表することができるということ。そして、こういう詩吟をやっていることによってですね、舞台度胸が鍛えられるという、これは本当に強いことなんですよ。舞台度胸、別に舞台に立つわけじゃないしということもありますけれども、人生においては面接とか人前で発表するっていうことがやっぱりあるんですよね。僕はもう詩吟をやってきて、もう今までの面接、高校受験、大学受験、そして社会人の、
内定とかですね、取る際も、まあその時の面接も全部詩吟で乗り切ってきたようなそんなことがあるんで、この舞台度胸が鍛えられるというのも僕としてはもう押しておきたいメリットかなと思います。ということで、詩吟って一体何が面白いのということを今日はお話しさせていただきました。本当に一番大事なところはですね、もう過去の偉人傑人の素晴らしいこの詩文、これをじっくりと味わうことができるというもの。そしてこれをですね、年を取るにつれて、面白さが変わっていくというところもあります。あとはストレス発散にもなるということですね。で、あとは、良さなんですけれども、体一つあれば練習も発表もできる、舞台度胸が鍛えられるということがあります。そして、もう一つ副題なんですけれども、じゃあ詩吟をやっていたら、カラオケって上手になるんですかという、こういう疑問があるかと思うんですけれども、これに関してはですね、ある程度までは上手になりますという回答になります。まずですね、演歌をカラオケで歌いたいのであれば、詩吟はもう間違いなく、本当に効果的だと思います。ただそれ以外であればですね、本当に気をつけた方が良いかなと思います。詩吟をやっていることで鍛えられるのは、声量ですね、声量。そして音感です。音感、音がずれているかなというところ。あとは腹式呼吸。これで表現力が鍛えられるというところがあります。これを、カラオケに活かすことができれば、本当に存分に上手くなると思います。ただしですよ。本当に注意が必要なのは、詩吟のこの癖ですね、独特な声の出し方とか、独特な節回し、これをカラオケでついつい無意識的に入ってしまうことがもう多々あります。詩吟が上手ければ上手い人ほどですね、この切り分けが難しくて、カラオケが上手かと言われると、演歌しか上手くないとかですね、そういうこともなきにしもあらずなんですよ。僕も詩吟をやって、さらにゴスペルも10年以上やっているんで、歌と詩吟、カラオケと、詩吟のやり分け、吟じ分けとかを、本当に今であればできるようになったんですけれども、本当に、この癖をどれだけ取り除くことができるか、ここがネックになります。だから、ある程度まではカラオケは上手になります。演歌をやる分には全く問題ないんですけれども、それ以外の普通の歌はですね、ぜひぜひ美味しいとこだけ、取り込んで、カラオケに活かしていただければいいのかなというところです。では今日はこんなところですね。じゃあ、後半の方一つ吟じていきたいと思います。今日吟じる詩はですね、手記という方が作った偶声という詩です。たまたま作ったと。たまたまなると書いてたまたま作った詩文になります。こちらはですね、本当に詩吟習い始めの小学生とか、中学生の時に僕も吟じたことがあるんですけれども、今30歳過ぎてですね、改めてこの詩文を見るとやはり、感じ方が全然違うんですよ。そういう意味も込めてこちら選ばさせていただきました。ではまず詩文を読んでいきます。偶声手記。少年追いやすく学なりがたし、一寸の光陰軽んずべからず、未だ覚めず地頭春草の夢、改善の御用すでに修正。どのような意味かというとですね、少年追いやすく学なりがたし、年はあっという間にもう取ってしまうんだけれども、この学問というものはなかなか成就できるものではない。学問というかですね、人生でやりたいこととか成し遂げたいとか、そういったものですね。で、学問を成就しようとするならば、やりたいことですね、するならば、ほんの少しの時間もおろそかにしてはいけないんだよ。この一寸の光陰軽んずべからずということですね。ちょうど池のほとりにですね、春の草花が芽を出して、自分も我を忘れて春を楽しんでいるうちに、もう木座橋の前の、階段の前ですかね、前の、聖堂の葉、なんだっけな、これ忘れたなが秋風にそよいでいるというようなもので、本当に月日が経つのは早いものであると。あれ春だっけなと思っていたらですね、気がついたらもう秋風が吹いているという、そういうことですね。本当に月日が経つものは早いと。これは、小中学生の頃に、これを知っているのとですね、30歳ぐらいになって今もうものすごい勢いで、子育てが始まるとあっという間に過ぎるんでですね、その思いの、感じ方が全然違うという、恒例かなと思います。では、こちら、吟じていきたいと思います。寒い。よし。偶声手記。少年
すく極なりがたし一寸の婚姻軽んずべからず今だ冷めず血と春草の夢海津の御用すでに修正いかがでしたでしょうか。少年追いやすく学なりがたし一寸の婚姻軽んずべからず。いや本当に今の自分にはですねもうしみじみ、感じます、こんな感じですね、詩吟の楽しさというものを、第2回目今日はですね、知っていただけたならば幸いです。今後もですね週に 2,3 回ぐらいの、ペースで、このゼロから学べる詩吟教室詩吟チャンネルか、やっていきますので、詩吟ってなんだろうという方はですねこれから引き続き継続して聞いていただければ YouTube を見るだけでですね、詩吟が吟じられるようになると、教室というハードルの高いところまでいかなくてもできるようになるというふうにこれからやっていきたいと思いますんで、こういうところ知りたいなとかそういうコメントも相談もありましたら本当にこれは助かりますんで、ぜひぜひお待ちしております。では今日は以上となります。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、詩吟間違えたな、ゼロから学べる詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。